バック。お帰りなさい。マレーシア在住歩くパワースポット代表ライトワーカーともです。では鳴らしていきますお帰りなさい。 Welcome back ということで、今日は満月ですよ皆さん。はい、なのでちょっとなんかいつか満月についての動画をなんか撮りたいなみたいな感じで思って、いくつかなんかこう私大好きなチャット GTP、 チャット GTP めちゃくちゃ便利で、本当になんか文章をうまくまとめてくれるのですごいいいなと思って、チャット GTP に聞きながら、満月にするといいアクションとか、満月の効果とか、どういうことをしたらいいかとか、なんかスピリチュアルの意味について簡単にまとめてみましたので、今日はそちらを動画にします。では最後までご覧ください。はい、ではまずなんかいろいろね聞いたんですけど、満月のスピリチュアル意味とか、満月にするといいアクションとか聞いてみたんですけど、あとね、なんかお月様、満月とは限らないけど、お月様にどんな意味とかパワーがあるのっていうのもちょっと聞いてみました。はい、まず満月にするといいアクション、これ先に気になりません？なんか私なんだっけ、金運上昇チャンネルの高見さんの動画で、なんかお財布フリフリとかあるんですけど、なんかそういったこともちょっと説明を後でしていきます。はい、まず満月にするといいアクションについて、4つぐらいお伝えします。はい、これはあくまでもちょっと個人的な感じだったりとか、なんかちょっと文化とかによってちょっと違う部分とかもありますけれども、自分がねピンときたらなんかそれをやってみてください。まず1、満月の夜に、外を散歩したりとかする散歩したりとか、満月の光を浴びるっていう感じですかね。はい、満月のエネルギーを感じながら、リフレッシュした気持ちで散歩することで運気アップが期待されるということです。そう、私はなんか夜に終わる仕事だったら、満月だったらなんか歩きながら散歩してる感じで帰っていくんですけど、やっぱりなんか浄化される感じがします。はい、で2個目は石や宝石を満月に照らすということですね。で浄化、その石のパワーを強めたりとか、私も結構パワーストーンとかあるんですけど、なんかパワーストーンとか、タロットカードとかを私はなんかベランダに並べて、ちょうど月光が入る日は並べて浄化しております。そう、あとこういうね水晶とかも結構月光に当てることで、その浄化パワーがあるということです。そうで、次に3つ目、メディテーションや瞑想を行う。満月のパワーを感じながら静かな場所でメディテーションとか瞑想を行うことで、内なる平和や直感力を高めることができるということです。で最後4つ目、これねなんか意外だったんですけど、願い事をする。なんか基本的になんか新月、なんかよく一般的に言われているのってなんか新月だったりとかするんじゃないですか。でもね、ここではね願い事をするって書いてあって、満月の夜に願い事をすることでその願いが現実する可能性が高まると信じられています。心の中で真剣に願いを込めることが大切です。でもね、これは私いつもリーディングで言ってるんですけど、紙に書いて読むとなんか結構加速する気がします。でも私は結構毎日日記に書いて、こうなったらいいなとかいうこと、こうなんかなりますようにっていうよりは、こういう風だったら嬉しいなとか、そういうなんかこう具体的にもうなった体で書いたりとかもします。そうするとやっぱりすんなりいくんですね。なんかいちいち声に出して読まないですけど、心の中でこう真剣に心から思うことを書いております。はい、なのでピンときたらやってみてください。でね、満月の効果を聞いてみました。はい、そうすると満月には人々
人にさまざまな効果や影響を与えられると信じていますということで、なんかこれもね4つぐらい効果を挙げてくれています。これはね科学的に証明されたものではないらしいです。でも信じるかどうかはまあ個人の判断にお任せするという回答でした。はい、ではどんな満月の効果があるかというと、1、エネルギーとパワーの高まり。満月の時期にはエネルギーやパワーが高まると考えられていて、これによって感情や直感力が増して創造性作り上げる創造性や行動力が高まるとされています。そして2、やっぱりね浄化とクリアリングだそうです。手放しですね。はい、満月のエネルギーは浄化の効果があると信じられています。ネガティブな感情やエネルギーを解放し、心や体を浄化するためのチャンスとされています。私はね満月の時に塩で清めます。はい、ちょうどね天然塩、海のシーソルト、こっちではシーソルトって書いてあって、それを買ってなんか私の家はシャワーだけなのでごめんなさい、すぐね喉が乾燥する。左右ですそれでごめんなさい。で私はいつもそのシーソルトでなんか全身このチャクラですねをこうやって塗ったりっていうか清めて、チャクラ全部を清めて、あともう肩とかそういうのをして洗い流しています。基本シャワーなんで、お風呂があったら湯船に入れるといいですよね。結構で私は本当に海が大好きで、もう海は天然の浄化風呂だと思ってるので、もうすっごいもう海に行ったらもうこうやってプカプカ浮いてます。一人でずっと浮いて空を見ながらみたいな感じでやっています。でもねすっごいね洗い流綺麗になったなっていう感じ。心も体も余計なものが外れたっていう感じになります。海に行った際はやってみてください。ちょうどさもう夏、日本夏でさ、いろんな海開きとかすると思うのでやってみてください。はい、では3つ目、願い事の実現。やっぱそうなんだみたいな感じで、満月の夜に願い事をすることでその願いが実現する可能性が高まるとされています。なので満月のエネルギーを利用して自分の目標や望みを強化することができるということです。やっぱりこれもね私、別に満月じゃなくても毎日思った時に書いたりとかするのがいいと思うんですけど、どうせね願うんだったらそういうね自然の力を借りたらいいんじゃないかなって思います。はい、あとは睡眠の質の向上。満月の夜には眠りにくさや睡眠の質の低下が報告されることがあります。これは満月のエネルギーや明るさが影響している可能性がある。そう私ね満月の前満月の前はすっごい眠くなります。でも眠くなったらちょっと寝ますそうやっぱり眠たくなったらそれ宇宙会議だと思ってるので、私は結構我慢しないで寝るようにしています。はい、で逆に満月の日はもうギラギラに目が覚めたりとかする時もあります。だからすごいそれぐらい本当に自然の力っていうのかなはすごいエネルギーがあると私は思います。なのでそういうエネルギーのね力を借りてどんどん上昇するとか運気が高まったらいいんじゃないですかと思ってこの動画を作っております。もし参考になったらピンとするアクションがあったらやってみてください。ピンとしたらやってみてください。しなかったら全然全無視でいいですはい、あとこの金運上昇チャンネルの高見さんがいつも大体満月の日とかに言うとお財布フリフリするといいって言っていたので、私もしてるんですよ。それはどういう風にやるかわかんないんですよ。お財布フリフリするといいって言っていて、本当にお財布の中をとにかく空っぽにする。全部お金もカードも全部出して
なんか満月のなんか光が当たるところだったらそこにやるのがいいし、別にそうじゃなくても私当たらない時とかがあるから満月っていう時雨とかもあるんじゃないですか。だからそういう時でもエネルギーは変わらないので、外に出てなんかフリフリしてますでもどれが正解とかっていうのは分からないので、なんか自分がこれ正解だって思うことが正解だと思うのでやってみてください、ピンときたらね。でその満月にお財布を振るといいのみたいな感じで聞いてみました。なんかお財布を振ることによってやっぱりお金が引き寄せられたりとか金運が上昇するというふうにされています。そうなので、なんか振ってみるのもいいよって、その振る時にじゃあどうしたらいいのみたいな感じで思うかもしれないんですけど、私はなんか結構なんかなんかたくさんの仲間連れてきてねみたいな感じで振っております。なんか自分がねどういう感じでお金が欲しいかっていうのを願いを込めながら振るのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なんかピンときたらやってみてください。なんか気になる方はちょっとどこに動画があるかちょっと私分かんないんですけど、気になる方は金運上昇チャンネルの高見さんのチャンネルに行ってなんか探してみてください。ごめんなさい、なんかすごい前に見ていつの動画っていうのがちょっと分からなかったのでごめんなさい探してみてください。はい、あと満月のスピリチュアル意味っていうのも聞いてみました。で満月にはスピリチュアルな意味がいくつかあるということで、これはね3つぐらいあります。はい、では読んでみましょう。浄化とクリアリング、ちょっとさっきとかぶってるんですけど、満月のエネルギーはネガティブな感情とかエネルギーを解放し浄化するチャンスを提供すると信じています。満月の光を浴びることや満月の夜には特別な儀式やセレモニーを行うことで心や体、エネルギー体をクリアにしポジティブな変容を促すとされています。でも本当になんかポジティブなエネルギーを入れたかったら、なんか私はね毎朝散歩するんですよ。で太陽の光を浴びるんですよ。なので満月の日は特にそういういらない感情を手放して次の日の朝にすっごい太陽の光を浴びるでなんか充電するっていう感じです。はい、そういうことをやっています。そうで散歩しながらなんかいつもありがとうみたいな感じで思いながら散歩しています。はい、あとね近所の人に挨拶したりね、なんかグッモーニングとか言ってコミュニティみたいな、なんかみんな仲良しになってきてるので挨拶いっぱいするようにしてから、なんか結構ね地元の人に挨拶するとねいろんなね情報がもらえたりとかするので、すごいね朝散歩大事だなって本当に思いました。脳にもすごいいいしね。はい、次に2個目は手放しとリリース。満月は過去の出来事やネガティブな思考パターン、物質的なものを手放すための機会とされています。満月のエネルギーを利用して過去の束縛や心の中の不要なものを手放して、整理ですね、断捨離、心の断捨離みたいな感じ、新しい始まりに向けて前進することができると考えられているので、やっぱ心の断捨離、思考の断捨離をしてみるのがおすすめです。はい、では次3つ目、目標と願い事。やっぱさ、なんか願い事を押してくるよね。そうなんか願い事、満月の夜には願い事をすることでその願いが実現する可能性が高まると信じられています。満月のエネルギーを利用して自分の目標や望みを強化し現実に向けてパワフルなエネルギーを受け取ってくださいということです。はい、エネルギーでも本当に強いと思います。だからそういう時になんか例えば新月の願いに願ったことをなんかちゃんと実践できてるかなっていう見直しとかもすごくいいと思います。でその中でこれができてなかったから次こうしようみたいな感じで見直して実行するのを考えるっていうのもありだと思います。はい、では最後、お月様にどんな意味やパワーがあるのって聞いたら、お月様はなんかよくさ、なんか古事記とかさ、なんかそういうのとかありますよ。結構さ
北条政子とかもそうだけど、なんか月と太陽とかやっぱりさすごいエネルギーがあるんじゃないですか。でね、お月様は古代からさまざまな文化や宗教体系で神聖視され、特別なパワーや意味を持つと考えられてきました。でこれはね4つ、なんかどんなお月様のパワーや意味があるかを挙げてみましたということで、女性性1、女性性と豊かさ。お月様は女性的なエネルギーと関連付けられていて、女性の生命力や創造性、豊かさを象徴するとされています。月の満ち欠けの関係性から生命のサイクルや自然の摂理と結びつけられているということで、なんか豊かさを象徴するということです。はい、次に感情と直感力。お月様のエネルギーは感情や直感力の増強、なんか強いに分かんない、増えるに強いが関連付けられている。なんか増して強くなるってことだよね。そう、エネルギーが強くなって直感力が高まるってことです。はい、月の満ち欠けによって感情や感性が高まると考えられ、内なる恋や直感をより強く受けることができるというふうに言われているそうです。なんかでもなんか私は結構毎朝瞑想してるんですけど、夜もたまに、前はね夜もやってたんですけど、ちょっとね最近夜時間がないそう、なんか朝のシフト、なんか私シフト制なので、そうなんか結構遅く帰ってくるのだとちょっとなんか疲れても眠たさが勝ってしまって、シャワー浴びたら寝るみたいな感じになっちゃうので、なんかできてないんですけど、そうでもなんか満月の時にやっぱ瞑想するのすごいいいと思います。なんかね、瞑想はやっぱり直感力がすごく鍛えられると私は思います。はい、あと最後だよね。違う、まだ3つ目、ごめん。3つ目は浄化と変容。お月様の光は浄化や変容のエネルギーを持っているとされています。満月の月や月の光を浴びることでネガティブなエネルギーや過去の出来事を手放して、新しい始まりに向けて浄化された状態になることが期待されています。やっぱ似てますよね。次4、繁栄と幸福。お月様のパワーは繁栄や幸運を引き寄せられると考えられています。願い事や目標設定をしてお月様に託すことで、その願いや望みが実現する可能性が高まるということです。これらはあくまでも、なんかチャット GTP に聞いてまとめてもらって分かりやすく説明してもらったので、なんかちょっと人によっては全然違うよとかいうのもあると思うんですけど、これを見る感じではやっぱりパワーが強いっていうことと、浄化のエネルギーとかがあるということと、直感力とかが鍛えられるということです。あとね、やっぱり幸運とか幸運とかそういう引き寄せも結構いいんじゃないかなって思います。はい、そういうまとめになりました。なんかちょっとね、なんかね、たまにはさタロットと違う感じ、なんか自然のねあれだし、満月の動画なんか皆さんいろいろ言ってくださると思うので、いろんなチャンネルの方がねいろいろ説明してくれると思ったので、なんか私は私なりにちょっと満月どんな効果があるのとかちょっと気になったので、それを動画にまとめてみました。はい、なんかちょっとね棒読みみたいな感じになってしまって申し訳ないんですけど、このような感じです。はい、で満月にね本当にちょっとお財布フリフリしてみてください。私はね実行しています。でもなんかね、それをやった後結構なんかお仕事の依頼があったりとか、なんか臨時収入がポンって入ってきたりする気がするわかんない。なんか結構私臨時収入とかなんかねふとした瞬間に入ってくるんですよ。なん
何にもしてないんだけど特に、はい、だからそういうのとかもあるのでぜひやってみてください、気になる方は。ではもしこのちょっとねなんか長くなってしまったんですけども、ちょっと読んでるだけで申し訳ないんですけれども、もし、これがね参考、なんとなくさ知識みたいな、なんかね知らないで満月を無駄に過ごすよりもなんか知っててねなんか過ごすのとまた差があるんじゃないですか。なんか知識とか知恵っていうのは持っていて邪魔にならないと思うので、もしこれが参考になったなって思う方はぜひ高評価と応援の意味もね兼ねてこちらを押していただければと思います。そして応援されるようなメッセージをこれからも届けていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。登録がまだの方はぜひ登録をしていただけると嬉しいです。では今日もちょっと長くなってしまったんですけども、最後まで聞いていただいてありがとうございます。はい、では今日も皆さんにとって、あなたにとって今日もとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。ではいってらっしゃい。素敵な満月をお過ごしください。じゃあね、バイバイ。 Thank you so much for watching。 お仕事だった方はお疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。